こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。さて今日は盆栽界の奇才と謳われて数々の作家としての賞を受賞された小林邦夫先生のご自宅に伺っています。春華園盆栽美術館として開館してもう長いここは日本で一番外国の方々の参観が多い場所でもあります。今日はこちらでこの庭園、作品、そして小林邦夫先生の盆栽に対する考え方、そして他では見られない本格的な雑誌飾り、この全てを2回にわたってご紹介させていただきます。この春華園盆栽美術館、小林邦夫氏の自宅は慶賀亭という屋敷構えになっています。見事な日本建築、その中に置かれている数々の名木、素材として小林先生がここからの作品として将来を描いているもの、そして日本を代表する盆栽、どれほどの数がこの庭にあるでしょう。春華園盆栽美術館は小白盆栽を中心として名木中の名木が立ち並ぶ場所ですが、慶道家元3世となった今、雑誌飾りの中に飾れる盆栽をどのように見つめるかを、新しい舞台を小林先生は開こうとしています。これだけの盆栽が都心で見られる場所は唯一この春華園盆栽美術館のみと言えます。それでは春華園盆栽美術館慶賀亭、その主人であります日本を代表する盆栽作家小林邦夫先生をご紹介します。先生どうぞ。はい、はい、こんにちは。どうも今日はお忙しい中、暑い中すみません。はい、はい、どなたもご存知だと思います。国を代表して世界をかける小林邦夫先生、盆栽の愛好家、または皆さんでしたらご存知ない方はいないと思います。数々の受賞歴は数えようがありません。もう誰よりも先に20年以上前に、これからは世界に盆栽をと言って各地を駆け回り、それを全部盆栽を広めるためにと言って動かれてきました。今日は一つ、先生のこの作家の活動の足跡、はい、大切な盆栽の真髄の捉え方、はい、そしてまた後でこの立派な慶賀亭の中を盆栽飾った姿、水石の美、これをまたご紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。先生、こうやって今見ても、はい、ものすごい圧倒的な数の盆栽ですが、はい、大体この春華園盆栽美術館は何点ぐらいの盆栽があるんですか？そうですね、点数って言われると3000から5000ぐらいあるかもしれないね。小さいの入れるとね、小さいの入れると。噂によると今でもどこかに行けば買ってきてしまうということ。そうです、見ると欲しくなっちゃうんですね。何でも。友達のプロたちに聞いても、小林先生はどちらかというと買ってきた木を明日売るためではなくて、何かいいところあるからといって、全部自分で作る、直すってこと。いじるのが好きですね。もういじるのが、裏表変えたり、挿し枝を切ったり伸ばしたり、いじるのが好きなんですね。やっぱりそれはご自分の中に何かこういう絵みたいなものが浮かんでくる。あります。自分の理想ですよね。理想の姿にしてあげたい。時間をかけてその形に持っていく。それが私の作家魂っていうかな。なるほど。はい。私も時々お邪魔すると思うんですけど、失礼な言い方ですけど、500万1000万お出しになったろうなっていう木を、あたかも当たり前のように枝を外して、この状態にしたら3年5年は形ができないっていうのをご承知で切ってるような時が。当然ですね。それ売り物にならなくなっちゃいますね。切れば、売り物にならなくなる。やっぱりその先の時をご覧になって。そうやっぱり10年先20年先を見てやりますね。はい、私たちも寿命がありますから、先生は次の時代、次の世界まで。そうですね。木が良くなることと
良くなれば当然高く売れる、そういう欲もありますから。いやもう当然でしょうけどね。はい、次の時代という言葉が出ましたけど、はい、今も多くのお弟子さんが朝からこうやってお迎えいただいて飾っていただきましたが、今までに何人ぐらいのお弟子さんをお預かりになって？大体125人来てます。これは日本だけではなくて、いや海外の、日本より海外の方が多いです。はい、そうですか。いずれそういう方々が各地ふるさとに帰って、先生が描いた盆栽の美意識を小林邦夫が見据えたものを少しでも受け継いでくれるといいですね。そうですね。盆栽っていうのは植物ですから日々成長する、持ち主によって変わってくる、それでいいと思ってます。はい、変化しますから。それでは中はまた、今度は心を改めてと思うんで、この庭の中のちょっと盆栽をいくつかちょっとご質問とご紹介をさせていただきますが、よろしくお願いします。それでは中を名木の何点かをご紹介します。さてご覧ください。豪壮な黒松です。幹の肌はもう荒ぶれて倒れかかるように流れていくのが戻り曲といって戻って差し枝を伸ばしてます。先生、この木はここに来た時にもこの状態だったんですか？いや全然違います。この差し枝は全部私が作ったんです。これ伸ばしてるの。じゃあほとんどここあまりなかった。こんなもんだったんです。じゃあもう細い枝があっただけですか？そうです。私は引っ張るの好きで、引っ張って太らせる、引っ張って伸ばして太らせて、それからカットする。これはね、弁慶のあたかの関で、あたかって銘がついてる。勧進帳のそうです。勧進帳の弁慶がこうやってグッと押さえる、その意味でこれを思いっきり引っ張った。なるほど。だからその力強さと差し枝という、そうですね。この豪快な肌と力強さで弁慶をイメージしてこれを敷いたんです。ちなみにこんなことは本当は作家の先生に聞くのは失礼なんですが、もう何十年の付き合いなんで平気で聞きますが、お手放しになるとしたらどれぐらいの金額でしょうか？買った時はね、400万ぐらいで買ってるんだけど、これ作って、だから私のそこに付加価値、この差し枝を逃した分が10年あればこれで3000万とか、そういう値段だ。この間も木村先生ともお話ししたんですが、よく業者の感覚ですと、500万で買った木が作って、じゃあそれが例えば木村先生や小林先生だと数千万という価値になるって、みんないいないいなって言うけど、私はよく言うんですけど、ピカソがキャンバスに絵の具で絵を描いて、ではいくらかというと、作家の感性の価格というのは人間の価値観ですから、一概に言えないというのはあります。特に私も外国へ行く機会が多いんですが、この日本にあるこの盆栽の素材、これ海外もたくさんいろんな素材があります。ただ残念ながら鉢に入って50年100年っていう木はあまりありません。やっぱりその鉢の中で作ったからこそできる肌と枝味っていうのがありますからね。それの古さを作家が姿を変えるとなれば、その価値というのはまさに付加価値だと思うんですね。ですからその意味では先生や木村先生たちぐらいじゃないでしょうかね、本当のその価値が生まれたいっていうのは。だから作家の第一人者として次なる今の40代50代の作家の人たちにその木を捉えて、もちろんそれをお客様に作品としてご紹介するのは当然ですけど、何か伝えるメッセージってありますか？今どうしても菊岡って明日売る人が多いんですけど。そうです。今の若い人そうですね。目先のお金、今オークションで買って1割つけて2割つけて売るっていう、そういう目先の欲しかないです。私とか木村先生は大欲を持ってるんですよ。そうですね。木村先生に言ったら、私はこの木をいくらで買ってほしいとは言ったことないんだと、自分も小林さんも作品作ってんだよと、だから譲ってくれと言われて、自分がもう自分のところから旅立たせても良いなと思った時に、その対価、価値がどれぐらいかというところで、それを相手様がそれで欲しいと言えばそれで良いと。まあ業者さんにプロに願うのは、一生懸命売るんではなくて、一生懸命作った結果がその対価になる。そうだろうね。価値観そういうことを覚えてほしい。そうだね。よく言ってましたね。だから先生のところに来ても
ああこの木いいけど、あまだこれまだ売れないな、まだ売れない、そう先生売れない木ばっかりになっちゃう。未完成の木ばっかりだからね、やっぱり、でも先生きっとこれどんどん売れてなくなったら半分寂しいんじゃないですか。まあ作るのが楽しみだし、この子が出来上がって成長する姿を見たいんだ。お金じゃないんだよね。なるほどね。この子が出来上がる姿を見届けたい、それだけだよね。先生盆栽そばになかったら寿命縮まっちゃうんじゃないですか。そうだね。まあよく働きますよ。そうですね。盆栽は私にとってはまず天職であり、そして趣味であり、それで自分の生きがいだな。この3つ持ってます。そうですね。だからこんな十何時間もバカみたく働くんです。今日も実はこの取材の前に来たらお留守で、そしたら朝の5時から培養所の方で地下足袋を履いて土にまみれて「ごめんね遅くなって」と1日十何時間という自分の時間を過ごしてるらしいですよ。さてこちらにももう一本木があります。まだまだこれ今水がめに入ってるってことはまだまだみかん養成中です。ただものすごい太さ、ものすごい振り模様、迫力がありますよね。これが本鉢に入ったらどんな姿になるんだろう。そうだろうね。もう先生これだいぶ長く10年ぐらい。10年以上持ってるね。今これもさっき言ったようにこう作ってるわけ。これ太らしてるんです。この1の枝を。だからこの枝が細いから、この1の枝を太らせるためにこれ引っ張ってるんです。それでこっちへ力をつければつけるほど元枝が太くなると。太くなる。そうすると充実したしっかりした樹形になる。切るのは長さはもうどこでも切れるから、ここで切れるんだけど、ある程度仕上がりを見てから。ただこれがないと太らないから、この部分がね。ここが大事なんです。今私たちプロはこれをしないんですよ。やっぱりみんな食べるのも大変ですが、明日のためではなくて10年という時間、盆栽10年作ると先生だいぶ違いますよね。違う。10年作ることを見据えた時にこれをするかしないかがなかなかね頑張らないとできないことなんですが、私たちプロも例えば100点盆栽を持ってればせめて5点でもいいからそういうものをご自分のところで持ちたいよね。そうですね。だから生活かかってるから食べるために右左やる木も必要だけど、やはり将来の夢を見たこういう大欲を書いてね、こういう夢を見た木も作んなきゃダメです。そうですね。それが今の若い子にはない。だから大きくならない。俺に言わせる。よく亡くなった四国の高砂湾の岩崎泰三先生がプロは木を作りなさい、刺し目をしなさい、若い木を育てなさいということを亡くなるまで言ってました。そうだろうね。これやっぱり先生が海外にいろんなとこ行っていろんな盆栽の普及やいろいろな技術を惜しげもなく見せるっていうのもこれはある意味種をまいてるのそういうことだね。知りませんね。先生が昔行った頃アジア、例えばフィリピン、タイ、ベトナム、20年前と今では盆栽界どれだけ変わったか。すごいですよね今はね。一番元気ある今。先生が初め行った頃はね、多分これが盆栽かっていう程度のものだったんです。園芸的な鉢植えだったのね。それが今はすごいですよ。今はもう技術も世界的なレベルのトップクラスへまで行くのかなっていうぐらいになってる。これは初め岩崎先生の言葉のように小林先生たちが日本の盆栽、日本の技術、これをみんなのところに種をまいた結果が20年で盆栽が世界に広がる形になったわけですね。一つ一つが全部不思議なもんで、全部これ先生小林邦夫の顔をしてるんですよ。そうですね。そうだね。作家っていうのは自分の顔が出なきゃ作家じゃないんです。そうですね。木村先生のところへ行くと木村先生の顔があるんですよ。だからここなんですよ。盆栽作家とよく言いますけど、画家ですとこれ誰々さんの絵だなって分かるんですね。盆栽作家でこれ誰々さんの作品だなって分かる人って数少ないんですよね。そうかもしれないな。やっぱりそのご自分で捉えるもののご自分のカラーまで出るっていうのにはやっぱり70近くまでかかるんでしょうね。50年かかるんだろうね。50年かかってやっと盆栽が見えてきた。50年やってやっと盆栽がどういうものか見えてきたんです。じゃあ逆にここからが一番。ここからです。ここからです。ありがとうございます。じゃああまりにも外は多いのでここからは次の幕を開けたいと思います。先生、外で暑い中ありがとうございます。じゃあ中へ入ります。
75歳、まもなく6歳をなる小林先生、ご覧のように今でも大変エネルギッシュです。盆栽を見つめる目、日常を過ごす姿、我々も見習わなければいけないという思いがあります。エネルギーの中に一番大事な盆栽が大好きなんですね。その気持ちは私たちも学びたいと思います。さて、この前半の小林邦夫の世界、いかがだったでしょうか。次週は慶賀亭の中の世界をご案内します。面白かったよ、小林先生のこういう会話久しぶりに聞いたよ。そんな思い持ってくださる方、よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。